屋敷を取り巻くブドウ畑は私のワイン学校。先生は父の代からの使用人リベロだった。リベロが教えてくれたことは、風や土やブドウの匂いと一緒に何もかもはっきり思い出すことができる。そしてリベロはよくこう言ったものだ。いいですか、ビクトールお坊ちゃん。ブドウの木は女の子みたいに気難しいんですよ。その通りだった。太陽が照りすぎても少なすぎてもいい実はつけない。寒さに強いが霜には弱い。5月の遅霜には徹夜で火を焚いたものだ。大切なのは摘み入れ時期の判断だ。早すぎては糖分不足で良いワインにはならない。遅すぎては香りがなくなる。リベロはこれをよく心得ていた。勝負は木が果実に栄養を送らなくなるその瞬間です。半日の遅れが決定的になるのです。この色の時摘むんだね。すべては天候次第だった。収穫直前のブドウを氷が襲い全滅させたこともあった。ワインの出来は神のおぼし召し次第です。しかし神は屋敷の横の畑のブドウに奇跡を起こされた。戦争の最中、1944年。最高です。最高のワインです、ビクトールお坊ちゃん。やったな、リベロ。神はそれ以来あのような恩恵を与えてはくださらなかった。ビクトール？物音がしたものだからノックしても返事はないし。これは失礼。寝酒を所望したくなってね。君もどうかね。いえ、結構よ。大学のワイン醸造研究で嫌というほどワインを口にしてたでしょ。今オリゾン社に出す計画書をまとめながら思い出してたわ。ビクトール、建物拡張の件でリベロが反対してるようだけど。その計画で潰される畑は我が家の家宝1944年ものを生んだ畑だ。思い入れもある。だがうちがもうそんなことを言ってられる状況にないのはリベロもよく分かっているさ。あなたは？心配ないよ。私は44年ものを超えようとするあまり利益を度外視しすぎた。あれを超えるワインは二度と現れない。いかなる偉大なワインもあの44年ものにはひれ伏す。当シャトーの再生計画は君の若い感性でどんどん進めてくれ。ありがとうビクトール。でも若い感性とおっしゃるけど、ここには廃止すべき古くて不経済なものが多すぎるわ。その中にはリベロも含まれているんだね。おやすみなさい。ビクトール様、朝食でございます。あともう少しだ。終わり次第行くよ、リベロ。マルグリットは？奥様はもうお済みになってご自分のお部屋にお戻りになりました。そうか。リベロ、お前にはマルグリットのやることが気に入らないかもしれんが、彼女が正しいことも多い。
それはよくわかっております。リベロ、世の中は常に変化している。生き残るには少しずつ自分を変えていかなければならないんだ。ブーツを用意いたしましょうか。畑を見回りになるのでは。何でもお見通しだな。旦那様のことはお生まれになる前から存じ上げております。やはりここを潰されるのですか。奇跡の名手シャトー・ラジョン種1944年を生み出したこの畑を。神のおぼし召し次第の伝統的ワイン作りの時代は終わったんだよ。奥様、夕食の時間でございます。旦那様がお待ちです。もうそんな時間なの？後にするわ。仙台までの奥様は食卓で旦那様をお迎えになりましたが、私はこれまでの羽飾りのような奥様とは違うのよ。あなたがこだわっている昔ながらのワイン作り、それをこのまま続けたらあと3年でうちは間違いなく破産するわ。その間に44年もののような奇跡でも起こらなければね。そんな無謀な賭けできるわけないでしょ。あなたとビクトールの自慢の44年ものみたいなワイン、そんな味がわかる人は万に一人よ。そんな少数のために休みもなく朝から晩まで手間のかかる超高級ワインを作るより、8割を満足させる科学的ワイン作りを目指す。それが合理的な考え方というものでしょ。なんとか言いなさいよ。奥様もこのところ大変お忙しいご様子。しっかり栄養を取りませんとお体に障ります。うまいだろう。うまいブルゴーニュワインをブルゴーニュで飲めばなおさらさ。いや、ほんとその通りです。なんだかこの土地の風土と文化が体に染み込んでくるような気がします。なら畑行ってそこのブドウでできたワインを飲めばもっと深く味わえるだろうよ。なるほど。もう一杯行くかい？じゃあシャトー・ラジョン酒をボトルで。そうかい。シャトー・ラジョン酒へ行くのかい。あそこはロマネ・コンティやシャンベルタンと並ぶブルゴーニュで最高級の赤ワインのブランドだってことはあんたも知ってるだろう。ええ。でもな、なんたってあそこの傑作は戦後売り出された1944年ものなんだ。へえ。それにはすごい話があってな。1944年10月、あの年はブドウの当たり年になるはずだったんだが、ここら一帯を占領していたドイツ軍に連合軍が総攻撃を仕掛けてきたんだ。接収されドイツ軍の司令部になっていたラジョン氏の館の周りは戦場になった。ブドウ摘みは半日が勝負っていうが、避難した地下の窓から見えるブドウに使用人が気がついた。見てください、あのブドウの色を。今摘めば必ずいいワインができます。リベロ、ワインより命、普通はそうだろう。ところが館の息子と使用人は弾の飛び交う中で積んだんだよ。おっちゃん、大丈夫ですか？ドイツ野郎は翌日退却したが、その後1週間雨が続いた。濡れたブドウじゃワインは作れない。つまり他の畑は摘み取りのチャンスを逃しちまったんだ。結局あの辺りでまともな1944年ものはその2人が積んだ1樽500本だけだったんだ。奪い合いだったでしょうね。ああ、その上神様の気まぐれか、シャトー・ラジョン氏の中でも最高の出来だったんだ。アメリカの富豪なんかは1本10万フラン出したそうだ。ひゅー、じゃあ儲かりましたね。その時はな。しかし貴族の商法というか、いい年はいいが
ここんとこ赤字続きだそうだ。なるほどね。ところがだ、看守はその1944年ものを1本売らずに残してあるってんだ。どうしてまた。さあなあ、置けば置くほどうまくなるワインだからな。今オークションにかければ100万、いや1000万フランだっておかしくないところだ。約2億円。しかし近々その1本を抵当に世界的ウイスキー会社のオリゾン社から融資を受けるそうだ。オリゾン社はボトルをパリのショールームにでも飾るつもりだろうぜ。まあしかし1000万フランのワインってのはどんな味かね。そうですね。緊張して喉を通らないんじゃないかな。カードで。シャトー・ラジョン市へようこそ。私ロイズ保険組合から来たキートンです。オリゾン社が今度引き取るワインに保険をかける予定でして。ああ、聞いてますよ。ここはアルコール発酵室です。最初にこの層で可否も種子も一緒に発酵させます。へえ、昔ながらのオーク材の樽ですね。ええ、でも来期から当シャトーもステンレス層へ移行しますのよ。ここはアルコール発酵を得たワインを乳酸発酵させる熟成室です。こちらも樹脂のタンクになります。なぜ木の樽じゃいけないんですか？さまざまなニーズに応えるためです。温度と酸素量をコントロールできるタンクはそれを可能にし、熟成時間も節約します。神のおぼし飯次第だったワインの出来もこれからは科学の力で安定生産です。じゃあ何年かに一度偶然できる大傑作ってのはなくなってしまいますね。例えばお宅の1944年もののような。それではキートンさん、私今夜の調印式の準備がありますのでこれで。ビクトール、あとお願いね。彼女の言う科学的ワイン作りは実は親への愛情から生まれたものなのです。彼女の家もワイン農家でした。厳しい畑仕事は休みがありません。バカンス一つできない両親に少しでも楽をさせようと一人娘のマルグリットが打ち込んだのが科学的ワイン作りなのです。奥さんのご両親は？亡くなりました。やはり仕事の過労からです。そして優れたワインを作ってきたことが土地の価格を上げ、私が肩代わりしなければ相続できないというところでした。今や彼女にとってこの計画は復讐のワイン作りなのかもしれません。これですか。世界にただ一本のシャトー・ラジョン州1944年もの。キートンさん、どうぞ手に取って確かめてください。いや、落としたら大変です。しかしよく残しておかれましたね。実はこのリベロと神の助けが必要なほど苦しい目にあったら2人で飲もうと決めていたんです。しかしそうせずに何とかやってこれたのですが、この建物は取り壊し、地下には大醸造所、その上にはホテルを建設します。横庭のブドウ畑は廃止しますが、原料のブドウの不足は心配ありません。当シャトーのブランドで大量に安定した品質のワインを販売するため、近くの畑のワインを混合しブレンドするのです。以上が御社の融資を受けることを前提とした当シャトーの事業計画の概要です。大変結構ですな。調印式並びにワインの引き渡し式は今夜のパーティーで行います。ビクトール様。なんだね。こ
今夜のパーティーを最後の仕事とさせていただきます。リベロ。ここはあの44年ものの畑なんです。あのワインを手放さずにいた理由はもう一つあるんです。あれにはリベロと私の命がかかっていました。戦況が逆転し、ドイツ兵が私たちの新種の話を聞きつけて戻ってきたのです。私とリベロは樽と共に干し草の中に潜んでいました。どこだ、出てこい。これても無駄だ。彼は声一つ上げずに私とワインを守ったのです。私は彼が命を懸けた全てを売ろうとしている。皆さん、縁も竹縄ですが、ここでいよいよ当シャトー・ラジョン州1944年ものの入場です。それではいよいよシャトー・ラジョン州館長ビクトール・シャンボン氏よりオリゾン社社長ジャン・ミシェル・クエフ氏にボトルの引き渡しであります。本当に綺麗ですね。コートドール、黄金の丘という名はまさに今を指してるんですね。ここ私の両親の畑なの。あの木のある石垣までがそう。ラジョン州の44年ものを超えたい。それがこの畑で働く父の口癖だった。だから私、あの1944年ものが憎かった。両親の死と切り離すことができなかった。古い醸造法も横の畑もリベロも、そしてビクトールさえ憎んで。でもダメなのは私の方。両親が亡くなってからこの畑に来たこともなかった。それなのに昔のまま、子供の頃見た畑そのままなの。ビクトールさんとリベロさんが、お父さんがそうしていたようにちゃんと畑を見ていたんですね。私、両親に何もしてあげられなかった。リベロ、行くのか？はい。しかし最後にワインを一杯というのも一興と存じます。リベロ。これは？旦那様が必ずやああなさると思いまして瓶をすり替えておきました。旦那様のなさることはお生まれになる前から存じ上げております。すまなかった、リベロ。私はこれはシャトー・ラジョン州1944年です。マルグリットさんにこそぜひ飲んでほしいとリベロさんが。これが
父とビクトールが目指したワインなのね。ヒートンさん、さっきから一口も飲まないんですね。いや、1000万フラン、いや、緊張しちゃって。疲れ切っても声も出ないほど自分を切り裂くことはないよ。あなたは In my mind ため息こぼす僕に何も言えない君、音のないテレビを見つめて坂道登ることに迷いなど感じない。時が過ぎる限り僕らは強くなれる。人生、時には運を天に任せなければならない時もある。それは将来、あるいは命をもかけた真剣勝負だが、そんな場面でも彼は強気にハッタリをかます。まるでポーカーでもしているかのように。次は何と言って人々を煙に巻くのだろうか。次回、出口なし。